こんにちは、鈴鹿です。今回はマシュマロに届いた質問にお答えしたいと思います。イラストの影の付け方がよくわからないのですが、動画とかで解説してもらえたらありがたいです。とのことです。ご質問ありがとうございます。イラスト初心者の方で影の付け方でつまずいてしまう方はかなり多いと思います。ただ影付けは感覚さえつかめてしまえば割と簡単に描けると思っています。影をつけるときに重要になる大きなポイントはルールを守ることとルールを破ることです。どういうことと思うかもしれませんが、光が当たっていないところに影ができるというのが影付けのルールだというのはわかると思います。ただ実際にイラストを描いていると、この部分には光が当たってないんだけど影をつけてしまうとイラスト的に見栄えが悪くなるからつけないでおこうというようなルールを無視した描き方をする場合があります。影付けでつまずいている方はこのルールを守る部分とルールを破る部分の感覚がつかめてなくて苦戦しているのかもしれません。影のできるルール通りに描いているのになんか変とか、上手い人と比べてなんかパッとしないなんて思っている方もいるんじゃないでしょうか。なので今回はイラスト初心者の方が影付けの感覚を身につけるためのコツをお話ししたいと思います。影の付け方に悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。ポイントはこちら。1、影ができるルール。2、シェードとシャドウ。3、光源の意識。4、ルールを守って書く。5、ルールを破って書く。順番にお話ししたいと思います。まずは影ができるルールから簡単でいいので理解をしておきましょう。少し理科っぽい話になりますが、この絵のように光はまっすぐ進み、その進む先に遮るものがあればそこにぶつかり影ができます。とりあえずこれだけ分かっていれば大丈夫です。簡単ですね。次に影の種類についてお話ししていきます。イラスト初心者の方にまず知っておいてほしいことは、影には2種類のものがあるということです。一つは光が当たらない部分にできるシェード、もう一つは物体に遮られてできるシャドウです。シェードは物自体にできる影のことで、シャドウは地面などに落ちているいわゆる落ち影のことです。イラスト初心者の方はとりあえずこれを覚えておきましょう。実際に絵を描くときに今は何の影を描いているのか考えながら作業することで、なんとなく見よう見まねで影をつけているということは少なくなってくるはずです。イラスト講座の動画や本などで影をうまく描くには光源を意識しましょうという話をよく聞くと思いますが、正直イラスト初心者の方はそもそも光源の意識の仕方がわからないという方が多いんじゃないかなと思っています。僕自身も絵を描き始めた頃は全く分かりませんでした。なので光源の意識の仕方の感覚をつかむためにいろんな角度の光源にチャレンジするのはやめましょう。まずは1箇所だけに絞ってください。いろんな角度の光源で影を描く練習をした方がマスターしやすいかと思っているかもしれませんが、それは光源の意識の仕方が分かっている人にしかあまり効果がありません。意識の仕方が分かっていないうちは逆光や下からの光など難しそうなものは選ばず、簡単な角度の光源で描いて先に感覚をつかむのがベストです。おすすめの光源は真上、右上、左上です。なぜこれがおすすめかというと、家の中など普段の生活している状況でこの角度の光が当たることが多いからです。自分で写真を撮ったりなど資料が集めやすいのもポイントです。家の中にスポットライトを持っている人は少ないですからね。僕はよく左上からの光源で描いているので、この先は左上からの光源で解説していきます。それでは早速実践といきたいのですが、その前に皆さんはこの地面に置いてある玉に左上からの光が当たった時、どのように影がつくと思いますか？先ほどのシェードとシャドウを意識して簡単でいいので描いてみてください。
はい、書けましたか？おそらくほとんどの人はこんな感じに書いたんじゃないでしょうか。はい、多分それほど難しくなかったはずです。気づいた方もいるかもしれませんが、影の付け方がわからないと悩んでいる人のほとんどは、簡単な図形に影をつけるのはできるのに、キャラクターに影をつけようとすると途端にできない、難しいとなってしまっている人が多いんじゃないでしょうか。つまり本当は光源を意識して影を描くことはできるんだけど、形が複雑になると途端にわからなくなるだけということです。これが何を意味しているかというと、単純な形に置き換えて考えて影をつけていけば何も難しくないということです。もし単純な影の付け方も描くのが難しいという方がいましたら、ボールや箱を用意してスマホのライトを当ててみたりして、実際にどういう影がつくのかしっかり観察してみてください。はい、それでは実際に描いていきましょう。影を描くときにシェードとシャドウを同時に描いていってもいいのですが、ややこしくて難しい場合は別々に分けて描いていくのがおすすめです。まずはシェードから描いていきましょう。まず顔の部分です。顔を簡単な図形に変換してみるとこうです。これなら簡単に影が描けると思いませんか？左上から光が当たっているので、この側面の部分が影になるような気がします。こんな感じですね。これを顔に当てはめて描いていきます。はい、これで OK です。前髪の部分はこんな図形です。これに左上から光が当たると、この部分に影ができそうです。これを前髪に当てはめて描いていきます。はい、どうですか？意外と簡単じゃないですか？今回の髪の毛はかなり簡略化した図形にして影をつけていきましたが、こんな感じで毛束ごとに図形に変換して描いてみてもいいかと思います。またシェードを描くときは細かく描いてあげるのではなく、割とざっくり大きめに面を塗ってあげるイメージで描くのがおすすめです。ちなみに毎回図形を描いて影を塗っていては効率が悪いので、頭の中で想像しながら描いています。もしどうしても慣れなくて難しいという方は、最初のうちは実際に図形を描いてみてもいいかもしれません。とりあえず他の部分は後回しにして、今度はシャドウを描いていきたいと思います。まずは髪の毛から描いていきます。シャドウを描くときは、物と物の位置が近いと近くに、離れていると遠くにできることを覚えておくと描きやすいです。髪の毛の場合は髪の毛と顔の距離は近いので、髪の毛のすぐそばにシャドウができます。実際に描いていきます。はい、こんな感じです。ちなみにシャドウは離れているほど影の輪郭がぼやけるので、そこを意識して描いてみるのもおすすめです。それではキャラクター全体のシェードとシャドウを描いていこうと思います。
はい、完成しました。ここまでは影のルールを守って書いていきました。ただ最初にお伝えしたようにルールを破ることも重要になってきます。今書き上げたイラストを見てみると、この部分とか、あとここら辺とかなんか気持ち悪いというような変な感じがしませんか？先ほど伝えたように簡単な図形に置き換えて影をつけたので間違ってないと思いがちですが、イラスト的には不完全な状態です。そこでここからはルールを破って書いていきたいと思います。ルールを破って書こうと言われてもどう破ればいいのかわからないという方は多いと思います。破り方のコツは見せたい部分を意識するということと前後感を意識するということです。まずは見せたい部分を意識するところから見ていきましょう。このイラストは顔付近をしっかり見せたいイラストなのでそこを意識してみます。実はもうすでに影付けのルールを破って書いていたのですがお気づきでしょうか？もう一度顔を簡単な図形に置き換えたものを見返してみましょう。はい、こんな感じでした。この影をこのまま顔に合わせて描いてみるとこんな感じで顔にがっつりと影がついてしまいかなり見栄えが悪くなるのがわかるでしょうか？先ほども言ったように顔付近をよく見せたいのでこのままでは影が多すぎます。なのでこんな感じに影の量を減らして描いていたんですね。イラストの見せたい部分に合わせて影の描き込み量を調整することが大切になってきます。次に前後感を意識することです。今のイラストを見るとキャラクターの前後感があんまり感じられないのがわかるでしょうか？例えばこの部分、この手の部分はキャラクターの手前にあるパーツ、そしてこっちの手はキャラクターの後ろにある部分なのですが、影付けのルールを守るがあまり影による前後感の書き分けができていません。そこで思い切って後ろ側にあるものはがっつりと影をつけてしまいましょう。こんな感じです。手がキャラクターの後ろにあるっていうのが分かりやすくなったんじゃないでしょうか。今度は逆に手前にある部分にもがっつりと影をつけていきます。手前にあるのに影をがっつりつけて大丈夫なのと思う方もいるかと思いますが、手前にあるものに影をつけることでキャラクターとの距離を感じさせることができるので勇気を持って描いていきます。はい、いかがでしょうか。他の部分も書き換えていきたいと思います。
はい、こんな感じです。いかがでしょうか。ルール通りに描いたイラストと見比べてみてかなり良くなったのではないでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。少し動画が長くなったので簡単にまとめると、まずは影のできるルールを理解しておくこと、影にはシェードとシャドウがあること、光源はとりあえず慣れるまで一つに絞って描いてみること、そして影を描くときは簡単な図形に置き換えて描いてみること、さらに影ができるルールを破って見せたい部分、前後感を意識すること、これが大切ですとお伝えしました。もしかしたら初心者の方には少し難しい内容もあったかと思いますが、つまずいたらこの動画を見返しながらチャレンジしてもらえるといいかと思います。今回の動画では影付けの基本中の基本、初心者の方をメインにお話をしました。まだお話ししていない反射光や影のぼかし、空気遠近などクオリティを上げるために意識したいポイントなどはたくさんありますが、影付けの感覚がつかめたらぜひご自身で調べてみてチャレンジしてみてください。ご要望があれば動画制作したいと思います。今回の動画は以上です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。